皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では慰安婦問題について大きな動きが出てきたことについての情報をシェアしたいと思います。皆さんはこの問題への関心はありますでしょうか？私はかなり重要なテーマだと思っています。なぜかと言いますと、日本が陥れられていることであり、日本人の自虐史観を増長させられている原因の一つだからです。そこで今回このテーマを取り上げたのは、慰安婦問題について大きな進展があったということと、この問題の陰には日本の国益を損なう売国度の存在があるという事実と認識を広めなければならないと思ったからです。この動画を最後まで見ることで、1、慰安婦問題とはそもそもどんなことを問題視していたのか。2、その問題について韓国国内で何が起き始めたのか。3、日本政府の対応、動きはどうなっているのか、ということを知ることができます。今回取り上げる問題の他にも北朝鮮による日本人拉致問題についてもそうですが、日本人の関与がされていたことも事実として分かっており、それらを黙認してだんまりの態度を決め込んでいたテレビ、新聞もあるわけで、全て根っこの部分ではつながっています。さらには現代に生きる私たちに降りかかる経済的な搾取構造や学校教育に至るまでありとあらゆることにもつながっていますし、日本の学生の窮状をよそに外国人留学生への高待遇、流行り病が蔓延していた時にでも中国からの入国をざるとも言える状態で放置していた関係省庁の存在があり、確実に日本国民が食い物にされ、安全を脅かされることが起きています。これらの解決策は暴力的なものではなく土星論で対抗していくしかないし、そのためには知ること、一人でも知る人が多くなることこそが最短ルートだと思います。水道光熱費の高騰や物価高の高騰で気持ちに余裕がない状況かもしれませんが、全てはつながっており、私たちの将来に大きく関わってくることと思いますので、最後までご視聴いただければと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、皆さんは慰安婦問題についてどの程度ご存知でしょうか？あまり深く知りたくないという心理も働いているかもしれません。実はこの慰安婦問題というのは捏造されたことで起きた問題であって、一次資料に基づいて検証すれば、そもそも問題にすらならなかったというものです。このことは水間さんというジャーナリストによって証明されています。ご本人もこれらの証拠をもってなぜ韓国のやらせ放題にさせているのかとおっしゃっていますが、全くその通りで水間さんの書籍、資料を見たら一目瞭然です。詳細はぜひ概要欄のリンクから資料をご覧いただければと思います。今回は嘘だらけの慰安婦問題に対して韓国国内で起きていることの情報をシェアしていこうと思います。慰安婦問題というと辟易しているという方も少なからずいると思います。と言いますのは、私もその一人だったから言えることなのですが、私は若い頃渡辺正一さんの書籍を読んでから日本の歴史が嘘にまみれており、あろうことか日本人も自国を貶める工作活動に加担しているということなどを知ることになりましたが、それからというもの、日本国内の報道や外交上でも全て日本が悪いと言われ、何かにつけ政府がお金を払い謝罪している姿を見るたびに悔しいを通り越して絶望感を抱いていました。そしてこの動画を作成している4月17日は渡辺正一さんの命日であることをふと思い出しました。一方で YouTuber の及川幸久さんが4月11日の配信でこの慰安婦問題を取り上げていました。及川さんの配信から韓国との歴史問題について大きな変化が今起きているということを知り、渡辺正一さんから学んだ正しい時代の読み方という教えに触発されて、この動画を作ろうと思いました。この慰安婦問題についての経緯などの詳細は割愛させてもらいますが、簡単に概要を紹介しますと、旧日本軍が韓国の女性30万人を強制的に連行し、慰安婦として扱った後に殺害したという非人道的な行いに対して、遺族や当事者がその賠償を求めるということが起きました。火付け役に日本人の吉田誠二という元日本陸軍兵士の存在もあり、吉田証言や河野談話によってその証言の信憑性が高まってしまい、世界中にそれらが真実であるがごとく広がり、慰安婦像も設置されていきました。これらの問題は事実無根となっているにもかかわらず、日本政府は日本が失った国益と国民の名誉を取り戻す行為を行っているとは言えない現状があるということです。このような状態の中、韓国国内では自称元慰安婦のイ・ヨンスと正義連前理事長のユン・ミヒャンとの圧力が表面化し、
スキャンダルと暴露されて分かったことは、金目当ての詐欺まがいの行為を行ってきたことが判明し、世界中にその波紋が広がっているということです。結局問題を複雑にしたのは日本側であり、売国奴たちというわけです。今回この韓国との慰安婦問題を取り上げてお伝えしたいことは、日本の国益と国民の名誉を貶めることに加担している政治家や官僚が今ものうのうと同じ行為を繰り返しています。このまま騙され続けていては命まで取られてしまいますし、日本人の誇りと名誉を取り戻すためには諦めてはいけないということです。なぜそう思ったかというと、この慰安婦問題について韓国人のキム・ビョンホンという方をはじめ多くの方々が、この慰安婦問題は嘘であるという活動を精力的に続けており、ついに2023年3月9日には、ドイツ・ベルリン市ミッテ区のカッセル大学構内に設置されていた平和の少女像の撤去がなされるまでになったのですが、それを成し遂げたのは日本人ではなかったということだからです。このキム・ビョンホンという方は歴史学者であり、慰安婦法廃止国民運動代表を務めています。今回の大きな進歩にはもちろん日本人の個人団体の力添えもあったのでしょうが、どちらかというと日本が韓国との政府間合意を反故にされ、金だけ取られた挙句、世界では韓国の工作戦に負けボコボコにされているという中で、その韓国人による団体が慰安婦問題は詐欺だということを訴え続けてくれた結果、平和の少女像の撤去が実現したということがあったわけです。正直私は日本人として恥ずかしい思いがしました。日本の子供たちは今も現在進行形で、日本は韓国に対して悪いことをしたと学校で歴史を学んでいます。私たちの国を命を懸けて守ってくださった先人たちが汚名を着せられているのです。それがもし自分の親だったらどんな感情が湧くでしょうか。汚名を晴らしてあげなければ浮かばれないと思うのは普通の感情だと思います。立場は違えど、韓国で慰安婦問題は詐欺だと訴え続けているキム・ビョンホンさんは、赤い水曜日という書籍発表会見で次のように語っていました。ご覧の通りこの本は380ページにもなります。実際は韓日間の慰安婦問題の実情を理解するのにこんなにも多くの分量は必要ではありません。慰安婦は所定の代価を受け取って性的サービスを提供した性労働者であり、当時慰安婦たちは大部分貧困のゆえに親によって売られたり、家族の生計のために苦労の道を選ばざるを得なかったという歴史的事実を認めればそれで済むことなのです。にもかかわらず、こんなにも分量が多い理由は、正義記憶連隊をはじめ慰安婦運動市民団体が30年間行ってきた嘘を一つ一つ明白にしなければならなかったからです。慰安婦問題は日本の吉田誠二という人物の虚偽証言から始まり、韓国の正義記憶連隊がこれを拡大再生産し、国連をはじめとする国際社会が公信力を付与した国際詐欺事件です。もしこれらの人物と団体、そして国際機関が慰安婦問題についてただ真実だけを発信してきたのなら、この本は世の中に出る必要はなかったはずです。と語っています。韓国国内では、たとえ正論であったとしても日本寄りの発言をすると親日とレッテルを貼られ命の危険にもさらされますし、韓国の子どもたちの未来のためにと言っても同じことです。司法も公正な判決を行えないくらい反日色が強い国なのです。その中で土星論を貫くというのは一筋縄ではいかないことです。その韓国人であるキム・ビョンホンさんという方をはじめ関係者の方々の行った活動には敬意を表するしかありません。ところが日本ではどうでしょうか。先ほどの及川さんの動画によると、新潟県新発田市市議会では教科書問題について問題意識が高い渡辺市議会議員が議会において慰安婦問題その他の歴史捏造について語ると罵声を浴びせられる現状があるということを話しておりました。渡辺市議は元教育者ということで、教育現場にいる人たちの一定数は比較的歴史教科書の嘘というものには気づいているのでしょう。子どもたちに嘘の歴史を教え、日本という国、先人たちが作り上げてきた日本文化に対してプライドが持てないというのは国家滅亡の一歩だと思います。だからこそ侵略しようとしている国はその国の歴史を捏造するわけですが、今時代は大きく動いています。慰安婦問題に関して言うと、韓国国内から世界に対して行ってきた詐欺事件というものが暴露され、世界中の公的機関に認知される絶好のチャンスが訪れてきたと思います。今こそ先人たちの汚名を晴らすチャンスだと思います。この機会に政府も情報発信するべきだと思いますし、それをやらなければならないという世論を作るのは私たちでもあると思います。スポーツでも仕事でも士気を高めて目標を達成するということがありますが、士気を高めるというのは絶対必要なマインドです。最近日本という国が没落しているとはよく言われますが、
自分の国に対する感謝と誇りがなければ何クソという気持ちにもなれません。つまり士気は上がらないと思います。日本はこのまま何も考えずに政府に従っていると、間違いなく貧困になるよう仕向けられてしまいます。一人でも多くの人が今大掛かりな詐欺が進行中であることに気がついてほしいと思います。いかがだったでしょうか。今回取り上げた慰安婦問題については、正義記憶連隊内部での仲間割れによって金にまつわる話、元慰安婦として声を上げていた者自身から自分は慰安婦ではないという証言が出たりして、世界から失笑を買う顛末を迎えることになりました。このような結末からわかることは、自分のことしか考えていない者同士というのは決して一枚岩ではないということであり、最終的には仲間割れを起こしお互いを罵り合うという醜い姿を晒すことになるということです。日本を取り巻くあの国々の指導者は、日本を悪者にして自らの政権、政党を正当化しています。なので異常なまでの反日教育を行い、対外的にも日本悪者論を喧伝することを国策として行っています。それに対して日本の政府はただ黙っているだけ。何も言わないという立場は、海外の常識からすると認めていると同じです。さらに情けないことに日本人の中で彼らと組み、先人たちに汚名を着せ、今を生きる日本国民の安全を脅かし、なんなら日本人を根絶やしにしようとするくらいの計画に加担している輩がいるわけです。一国を武力以外の手段を使って征服する方法がサイレントインベンションと言われるもので、このチャンネルでも前の動画で触れたことでもありますが、確実に日本はその侵略を深刻なまでに受けております。オーストラリアはそれに気がついて一気に反中にシフトできました。サイレントインベンションをカビに例えるなら、それまで畳の下で密かに増殖し広がり続け、いよいよ誰もが目に見えてわかるようにカビが広がってきた時にやっと気がついたというわけです。ところが日本国民は平和ボケ、頭の中がお花畑などと揶揄されているようにテレビ、新聞教とも言えるほどの洗脳を受けている状態ですから、状況は結構深刻だと思います。一方で、日本民族は基本的には頭の良い民族ですので、気がつき始めた方たちがどんどん増えています。その数がある一定数以上になった時に大きな変化が起きると信じています。このままでは子供たちや孫の世代に対して申し訳なさすぎると思います。先人たちは命を懸けてこの日本を守ってくださり、私たちは今を生きることができています。歴史を学ばせないように教育されてきた世代には、歴史を学ぶという言葉に反射的に拒否反応が起きてしまうと思いますが、歴史は面白いです。リアルに起きた人間ドラマを知ることになりますから、これからもこのような話題も取り上げて情報発信をしていきたいと思います。ご意見、動画にしてほしいことなどがありましたらコメント欄にてシェアしていただきたいと思います。今後の動画作成の参考にさせていただきます。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。